今回はルミナスエトワールさんのドール用のメイクブラシのセットを紹介したいと思います。この筆はですね、最近ツイッターで見かけてですね、ドール用に作られてるっていうことで、速攻でポチったんですけども、ホームページを見ると、この筆とセットのドール用のパステルも販売されてるんですけども、そちらは残念ながら売り切れだったので、筆だけ購入した形になってます。でこちらはですね、ドール用に作られてるっていうことでですね、あまりドール用に作られているメイクブラシとか道具っていうのは、需要がやっぱり少ないからないんですよね。なのでですね、とても今回購入してですね、ちょっと楽しみなんですね。なので早速開けてみたいと思います。中は筆が6本入っていて、その下にですね、これは筆のペンケースですねが入っています。でこの箱の下にですね、ちょっと見えますか、4文字熟語みたいなものが書いてありまして、これをですね調べたところ、こうやってあなたに会えました、私の心は喜びに満ちるのですということで、制作者さんの感謝の気持ちが書いてあって、受け取った側もですね、こういった作者さんの気持ちが書いてあるととても嬉しいです。私もこの筆に出会えてとても嬉しいです。こちらの筆のですね、製品概要なんですけども、冒頭にもありましたブラシが一つ一つドール用に設計されていると。で、高品質のポニーゲや金具、家具や楽器などに使用されるコーラルウッドの持ち手を採用していると。ではですね、そのドール用に作られたというのがどれだけ違いがあるのかとかですね、そういったところを実際のヘッドにメイクをして違いを感じてみたいと思います。使うのはいつも使っている造形村さんの SD 用のメイクパステルと、新しく購入したですね DDH27 番のヘッドを使ってみたいと思います。今まで100均のブラシしか使ったことないので、ルミエツさんには大変申し訳ないんですが、ちょっと比較対象がですねそれしかないので大変すいません。では3番のですねベースカラーブラシから使っていきたいと思います。パステルはいつも通り直で取っていくんですけども、最近ですね私はこういう風にトン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 と押さえつけるようなパステルのメイクにしてるんですけども、これをするとですね線を引いたようなムラがなくなるので好きなんですね。でこの動画を撮る前に何度かですね試しているんですけども、決定的な違いっていうのがありまして、この太い筆の3種類に言えることなんですけども、毛先がですね丸くカットされていて、こうやって押さえつけた時にですね、この毛先の全体がですね肌につく感じなんですね。ポン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 と。で100均の筆はですねこう押さえつけると真ん中だけにしか力が入らないっていうか、たくさんつけてもですね点しかつかないんですね。それがですねこちらのルミエツさんの筆ですと、筆全体がこうつく感じになってるんで、すごいぼわっとした綺麗なパステルをのせることができます。これがですね多分決定的な違いだと思います。でサイズもですねドール用になってるんで、小さいところから徐々にこう大きくしていくんですけども、大きすぎずさらに小さすぎずっていう程よいドールサイズにカスタマイズされてるっていうのがこの筆を使ってすごく感じました。これは一番大きい筆なんですけど、こういう感じで書いてもいいですよね。最近こういう書き方はあんまりしないんですけど、ホームページにですね毛が抜けにくいと書いてあったんですけども、最初なのか若干ですね抜け毛はありますね。なので一回落ち着くまでは抜け毛出るかなっていう感じがします。メイクを使った時にちょっとはみ出る毛があるんで、それはですね小さな
ハサミで整えてあげるといいんじゃないかなと思いました。なのでこうやって乗せるのがとてもやりやすい感じがします。なんか練習なんで、練習って言ってもいつもやってることと大差ないんですけど、こんな感じ。これが太い筆ですね。では今度細い筆の方やっていくんですけど、これは4番のアイリッシュブラシで、すごいこれはですね、平たい筆です。厚さが 1.5 ミリだそうです。これも今まで使ってたものと全然違いますね。何が違うかっていうと、この筆のですね、毛先がこうまとまってるんですね。なのでこう線をきちんと描いてくれるっていうんですか、筆が。100均のものはドル用ではないので仕方がないと思うんですけど、毛先がですね、こうあんまりまとまってない、こうストレートなんで、これをですね使って描くと意外と太い線になっちゃうんですよね。こんな感じで。それがこのアイリップブラシですと、毛先がですねこうまとまった筆なのできちんとした線が描けます。これとても描きやすいです。続いてアイシャドウブラシですね。アイシャドウは普段こういうところですかね。ちょっと化粧をしないのであんまりピンとこないんですけど、もう少しはっきりとした線を描くときに使うものなんですかね。これも非常に薄い厚さ 1.5 ミリの筆なんですけど、先ほどのアイリッシュブラシよりもう少し繊細な線が描けます。最後に6番のアイライナーブラシ。これはですね、先をカットしてないっていうことなんですけど、かなりガチガチの毛先になってます。あまりにも硬くてですね、こうやってパステルをこするとパステルがだんだん削れていくぐらい硬いですね。なのではっきりと線を描くところで使うんじゃないかなと思います。例えばこうアイラインとかですね。よくパステルでしっかり描いてるなと思うのはこの目頭の部分ですね。こうゴシ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 と。あと目尻とか。そういうようなところで使うのかなっていう、そういうブラシです。はい。大きなブラシはパステルをこう払うだけなんで、100均でもこれ十分かなと思います。これでメイクすることはないので。メイクをやっていくとですね、結構似てる、似てないとかですね、自分の中でここまでやらなきゃいけないかなってプレッシャーとか結構あったりですね、するんですけども、こういうメイク道具が増えると、メイクをする楽しみが増えるのでですね、とてもいいなって私は感じてます。次回は27番ヘッドに本格的にメイクをしようと思うので、その時にですね、こちらの6本セットをですね、使って実際のメイクをやっていこうと思います。その時にですね、もっといろいろ気づいたところがあればお伝えできればと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、ということでですね、今回はルミナスエトワールさんのメイクブラシ6本セットを紹介いたしました。いつも動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。またねー。